皆さんこんにちは。みゆきしんぺいです。皆さんお元気ですか？体調など崩されてませんでしょうか？最近ね、自分が体調を崩したので、健康にちょっと敏感になってますね。皆さんは人から指図をされるのってどんな気持ちになりますかね？人からあれしなさいとかこれしなさいとか、それはやらない方がいいよとか、僕はね、言われるのね、結構ね、苦手なんですよね。単純に人にね、何か言われて方向を決めるのって、ちょっと嫌って思う人が多いんじゃないかなと思うんですよね。なんでね、こんなことを思ったかっていうとですね、またちょっとね、株の話なんですけど、僕はアナリストとか、なんていうんですかね、その予想している人とか、そういう人の話をね、あんまり見ないんですよね。そういうね、動画とか YouTube にたくさんあるけど、そういうの見ないし、そういう話ってね、あんま聞かないんですよ。それよりも、どっちかっていうと、そのチャートだけね、株価のチャートだけ見たりとか、出来高だけ見たりとか、その会社がどんな会社なのかを調べたりとか、あとね、その会社をその見てる人がね、持ってる人がどういう心理状態にあるのかなとか、そういうことをね、すごく考えたりするんですよね。もちろんそのアナリストの、その人たちの意見も、その株を見てる人の一つの意見だなとは思うんですけど、あんまりね、こう耳に入れないようにしてるんですよ。やっぱりその人間の言葉ってすごいパワーがあるんで、人からこれ買った方がいいよとか、これやめた方がいいよって言われると、やっぱりね、結構意識しちゃうんですよね。それよりはもっとこう自分の内側から出てくる評価基準を大事にしたいなと思ってるんですよ。でもね、なんかね、よく言われるんですよね。そのニュースとかもっと見た方がいいよとか、こういう指標にね、気をつけた方がいいよとかね。そういう話をね、よくされるんですよ。それもね、僕のためを思ってというかね、そうだなと思うし、それもそうだなってことなんですけど、でも、そういったものがいろいろあって、それが現れたものが今の株価だし、今のチャートだし、そういう指標を恐れたりとか、なんかそういう期待感とか、そういうのがそこにリアルタイムで現れてくるのが、そこに全部集まってるんだから、それを見てたらいいんじゃないかななんてね、そんなことを思ったりするんですよ。前にね、ポーカーを教わってた先輩がいるんですけど、その人は、すごくね、日本でも有名な人で、昔僕が雑誌の仕事をしてた時にインタビューしたことがある人なんですよ。ポーカーのね、知り合いとか、なんか紹介してもらったりとかで、なんかそういうきっかけでだんだん仲良くなっていったんですけど、その人がね、言ってたのは、僕がね、ポーカーでどんな教材とか本とか読んだりしますかって聞いたら、その人は、いや、本とかは、一切読まないねって言ってて、読まないんですかって聞いたら、いや、本にね、載ってる時点で全部古いんだよって言ってて、で、僕はその時出版社にいたんで、いや、そんなことを言わないでくださいよって思ったんですけど、でもその人からしたら、実際にね、毎日テーブルに座ってね、ポーカーのテーブルに座って、こう、新しい戦術をね、相手がしてきたりとか、それに対する対抗する戦術がまた生まれたりとか、あと、なんかいろんな価値観とかね、そういうのがそこでちょっとチャットしたりとかしてるのを見てると、そこに一番リアルなね、最先端のものがあるんだなってね、その人はそういうことを考えてたんだなって思うんですよ。なのにね、なんかそこにあるのに、わざわざ、こう、本とかね、ちょっと周回遅れのものを読んでたら良くないんじゃないのみたいな。それはその人の話だったんですよ。で、その言葉がね、結構心に残ってるんですよね。ちなみにね、その人はね、その後ね、ポーカーの本をね、出版するんですよ。自分はね、読まないって言ってたんですけどね。でも本を読んでね、勉強したい人もいるわけなんで、それはその人に向けたものとして価値があるなとはもちろん思いますけどね。こう何かにつけて自分のやり方があるというか、こういうやり方、自分のやり方でやってみたいみたいな。それでうまくいかないんだったら、それはそれでいいのかなとかね。こう、そういうふうにね、ちょっと思っちゃうんですよね。だってそれってこう自分の心が現れたものが結果としてそこに出てくるんだから、その結果は別に人から見たら失敗だったとしても、でも自分の心がそこに現れたんだったら、それってもう成功なんじゃないのみたいな。で、それを見た後に物足りないとか、ちょっとここをこう工夫したいなと思ったら、少しこう変えていけばいいんじゃないのかなみたいなね。
そういう風なやり方というか考え方をね、ついついしちゃうんですよね。だからこそ自分の考えでやってる限りは、勝ちたいというか、贅沢なんですけど、ほんと自分の心のまま現れてるものなんで、それでね、そのまま生活をできるようになりたいって思うじゃないですか。で、そうするとね、勝てるようにね、なってくんじゃないかなとか思うんですよ。本当に自信が持てるというか、人からね、教わったものとか、一時的にね、自分が本当に真の真から理解してないものをね、僕はただのね、メソッドとかね、手法みたいなね、そういう風に感じてるんですけど、そういうものじゃなくて、本当に自分の心の奥底から、自分の心がね、自然に、やった時に現れてくるものが大事かなと思って、で、それを少しずつ、なんていうんですかね、彫刻みたいにね、形をちょっと整えていくみたいな。で、それが変化して、自分は常になんか、自分の望むものしか実現しないような、なんか常に勝つしかないような、究極のF1 マシンを持ってるとかね、すごいロボットを乗ってるみたいな、そういう風に体とか精神性が変質していくんじゃないかなって、そんな風になんか思うんですよ。で、それを操縦しているのは自分の心のそのままのやり方でやってる自分の魂が操縦してるロボットの中心の台座にポンとふわふわと乗ってるみたいなね。なんかそんな風になりたいなって、そういう風に思ったりするんですよね。皆さん、人からね、指図されたりするのってどうですかね。そういうものを聞かずに自分のやり方を貫きたいっていう気持ちもあるしね。人から言われたことをとりあえず守ってたら生きていけるんだから、それをとりあえずやってみようかなっていう考えももちろんいいなと思いますしね。でもね、なんかそのまま自分の気持ちのままそのままやっちゃって、それでうまくいったら一番すごくないかなってね、なんかいつもそれを僕は考えちゃうんですよね。なので最初からそのままでいったらどうなるのかなみたいな。それをね、試さずにはね、いられないっていう、そういう感じなんですよね。大体ね、うまくいかなかったりするんですけど、でもそれも自分の心のね、形が現れてるだけなんでってね、そんな風に考えたりしますね。今日はね、そんな話でした。聞いてくれてありがとうございました。いや、体調良くなって本当にもう、なんか元気ですね。はい、ありがとうございました。またね。